はい、こんにちは。MD ジャックです。愛です。耳の妖精、ミミです。はい、今回のレビューは、ローズセルサ、カンブリアンです。デザインと最先端のオーディオ技術が融合した注目のワイヤレスヘッドフォンです。カンブリアンって生命が爆発的に進化した時代の名前でしょ？このヘッドフォンも今までの常識を覆すような進化を遂げているのかな？ローズセルサは、こないだレビューしたセラミックスマーク2のコスパの高さで驚かされたからね。期待しちゃうよな。価格が7000から8000円台ってとこだから QCY-H3S とちょこちょこ比較しながら進めるんでしょ？そのつもりだよ。H3S はかなりの強者だからね。まず目を引くのはハウジング部分のアルミニウム合金製デコレーションプレートだね。3種の空張りがあって質感の高さが所有欲を満たしてくれる。 OOTD アウトフィットオブザデイ、つまりその日のコーディネートに合わせて選べるのがすごくおしゃれよね。愛だったらグレーを選ぶかな。あれ、その日のコーディネートに合わせるから全部買うんじゃないの？そういう人もいるよねって例えよ、例え。なんだ、そういうことか。装着感の要となるホライゾン回り込み防止ヘッドバンドについても触れておきましょう。金属の補強パーツを何層にも重ねた多層構造で耐久性がとても高い設計になっています。座軸ヒンジでコンパクトになるデザインと低反発のイヤーパッドが心地よいフィット感を生んでいる感じだね。メガネを常用していても圧迫感を感じずに自然に装着し続けられる工夫がされてる。インヒアラントコンフォート、つまり素材そのものから来る快適さを追求した結果だね。QCY-H3S よりイヤーパッドはやや固め、側圧も比較するとやや強めで耳がギリギリすっぽり入るサイズ。イヤーパッドと側圧の違いが H3S と聞き比べた時の違いとなって現れてると思ったよ。そうなんですね。ちなみにイヤーパッドやヘッドバンドのパーツ単位での販売はないそうです。750mAh の大容量バッテリーを搭載していて MAX100 時間稼働するってことだから普段はまず心配ないよね。 H3S も稼働時間同じぐらいだったからワイヤレスヘッドフォンはバッテリーの心配はしなくて大丈夫だね。確かにそうね。次は音質についてだけど 40mm のウッドファイバー振動板、木製の繊維をドーム状に加工してるなんてスピーカーみたいなこだわりを感じるね。超薄型で柔軟なサスペンションと組み合わせることで広大なダイナミクスを実現しているんだそうだ。さらに HR2 プランク技術が生演奏のような生々しい臨場感を再現してくれるよ。音量の大小に関わらずバランスを整えるトーラウドネス曲線補正技術も搭載されているのはセラミックスマーク2と同じですね。どんな環境で聴いてもクリアでバランスの取れた高音、中音、低音が楽しめます。さっきコーデックを LDAC にして聞いてみたけど音いいね。24ビット 96kHz の情報量の多さをワイヤレスで贅沢に堪能できる。力強さと中広域の繊細さを併せ持ってる感じで私は気に入ったよ。ミミーちゃんが主張するのは珍しいね。付属なハイファイオーディオケーブルを使った有線接続なら FPS や音ゲーのような一瞬の音の遅れが命取りになるシーンでも大活躍だよ。音質は Bluetooth 接続の時よりフラットでおとなしい感じになるよ。ノイキャンは5つのシリコンクリスタルマイクという豪華な仕様で AI を使ったニューラルネットワークアルゴリスムが周囲の雑音を精密に分析するんですって。オンオフな波形を比較してみたけど波形がほぼ重なるんでほとんど変化ない。これは地味に嬉しいかも。低域中心に周囲の喧騒や乗り物のエンジン音を結構カットしてくれて多層構造のパッシブサウンドも効きますから自分だけの音楽空間を確保できます。逆に音漏れはしっかり装着していればさほど心配なかったです。気まぐれで自分の車のエンジン音でノイキャンオンオフの効果を生録してみたんでちょっと聞いてみて。Deep noise cancellation. Noise control off. Transparent. Deep noise cancellation. Deep noise cancellation. Noise control off. へえ、やっぱ効果あるんだ。車内の低域とかすごい違ったね。専用のアプリローズリンクはデバイスが違っても基本的な操作は同じ。セラミックスマーク2のレビューの時に詳細を説明したけどちょっと復習ね。まずノイキャンや外音取り込みのコントロールで外音取り込みのみレベルは3段階。セラミックスマーク2の時はノイキャンのレベルも選べたからここはちょっと違うんだね。プリセット EQ は3種類。これは後で波形を出して確認するよ。
それからゲームモード、デュアルデバイス接続、LDAC の切り替え、本体ボタンのコントロール、あとデバイスを探す。LDAC でゲームモードをオンにしてスマホで映画見てみましたけど、リップシンクはバッチリでした。では、プリセット EQ の波形チェックです。ポップモードを中心に低域の出るロックモード、そして低域を抑え中高域以上がやや持ち上がるハイファイモード。どれも実用的。映画やドラマ視聴の際はロックモードで低音出すと迫力出るし、セリフも聞きやすかった。人の声の帯域って結構低いもんね。そう。カンブリアンの場合、個人的にはハイファイモードにしておいて、低域の補正は再生アプリの EQ 使った方が気に入った音になったよ。それならプリセット EQ の弱点をうまく補えますね。愛もやってみようっと。音質の比較、サウンドチェックですけど、QCY、H3S と比較するんですよね。どちらも EQ を使っていろんな音が出せるんで、比較が難しくないですか？そうなんだよね。このまま比べてもよくわからなかったんで、H3S を大きく補正して、カンブリアンのプリセット EQ、ポップとほぼ同じになるように補正してから比べてみた。波形の変化の様子、面白いね。パラメータが足りなくなって2段掛けになっちゃったけど、まあ、それなりに似た感じになったので、これで勘弁してね。1分ぐらいでサウンドデモを作ったので、ちょっと聞いてみて。はい、聞いてみましょう。ボリューム上がります。はい、やっぱり少し違いましたね。もちろん、特性を寄せただけで同じになるわけじゃないし、曲を取ると常に変化してる。でも比較はしやすくなったよね。実機での聴き比べも含めた印象だけど、イヤーパッドの硬さと側圧の差もあって、カンブリアンは密閉感と没入感を感じた。全体的にまとまった傾向でパンチ力がある出方。先日レビューした単時無リタほどのパンチ力ではないけど、カンブリアンは H3S とリタの中間ぐらいのパンチ力じゃないかな。一方 H3S には開放感と緻密さを感じた。低域の量感はあるけど優しめな印象。 H3S はデュアルドライバーなんだよね。そう、デュアルドライバーの恩恵だと思うけど、低域と高域がややセパレートされて聞こえる感じで、中高域以上の解像感、緻密さなら H3S が優位に感じたよ。イヤーパッドの柔らかさ、側圧の差、緻密さとパンチ力、このあたりの違いが目立ったように思う。細かいスペック面で H3S の方が優位な部分があるけど、使い出しちゃうとそういうことってほとんど気にならなくない？そうだね。実際カンブリアンは結構長く使ってみたけど、1万円以下のモデルとして特に不満を感じる部分はなかった。個人的には EQ を音楽プレイヤー側で一工夫することですごく化けることも分かったし、満足度は高いよ。音楽、ゲーム、そして日々のファッションなど多くをカバーするローズセルサ、カンブリアン。クレイを買っちゃおうかな。はい、ということでローズセルサのワイヤレスヘッドフォン、カンブリアンのレビューでした。じゃあまた次の動画で会おうね。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。